はい、どうぞ。ノジノブチャンネルです。トロントのノジです。ロンドンのノブです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ノブさん、先週いかがでしたか？はい、ですね、イギリス、ロンドン、相変わらずロックダウン中で、どこにも行けないんですけども、私はちょっとチャイナタウンにちょっと今日買い物に行ったので、ちょっと写真いいで撮りました。すね。うんすごい、なんか豪華提灯、すごいね。そう、提灯はすごいんだけど、やっぱいつもだとね、もうこのニューイヤー前はもうほんとすっごい人なんだけど、さすがにほら、ロックダウンだから人がね、バラバラでいないんだけど、まあでも気分的には、お祝いしようっていうムードはあったので、なんか私はとりあえずこの、やっぱり月餅、いいね。ミニミニ月餅で、普通の月餅と、抹茶月餅です。はい、いいですね。美味しそうですね。ちょっとこれで私は密かに明日家でお祝いをしようかなと思ってます。はい。はい。それではどちらの方どうですか？はい。私はね、チャイナタウンは行かなかったんだけど、先週かな ?2 月の2日3日に、ほら、節分だったでしょ？それで、その時になんか南方に行った方がいいってことで、南方が吉報だってことで、南方に行きました。で、うちから南方っていうのは、ビーチーズっていうところがあって歩いて、名前知ってる。20分ぐらいかな。で、ここに行った時にこんな感じで。綺麗。すごい綺麗でした。よくてね、ちょっと寒かったんだけど、風が強いから。でもすごい空気感がすごい綺麗でね、なんか。そう、エネルギーいっぱい。で、感じる。ね、このオンタリオ湖なんですけど、これね、岩が凍っててね、岩に張り付いた氷が10センチぐらいの厚さなんでね。そう、なかなか見れないよね、こういうのね。すごかった。もうすごいいっぱい綺麗だったよ。たくさん撮ったんですけど、まあこんな感じで、一面ね、岩は凍ってました。ねえ、珍しい。すごい珍しい、本当に。それと、あとはいつもの散歩道は、私のルーティン、散歩道。そう、なかなか行けないのっていうのは凍っててね、ものすごいもうそこら辺の道路凍ってるから、この日は雪が降った後だったので歩けたので行けたんだけども、なかなかね、たまに行けるぐらいなんで、そしたらこれはね、小さな沼湿地がいっぱいあるんで、沼みたいなところ、沼で、それはハスの花とか咲いてるぐらい沼なんだけど、これ凍っちゃってて。そこに人がいるってこと？沼の上に人がいるんだ。沼の上にもうこれ天然のスケートリンクになってるから、これスケート靴履いてるのよ、みんな。そうなの？滑ってんの。で、ホッキーの練習とか、週末なんかお父さんと子供たちが来て滑ってました。いいね、フリースケーターね。フリースケート、そう、すごいそこら中凍ってるから本当にね。まあちゃんとスケートリンクは他にもあるんだけど、ここは小さな沼でみんな滑りに来て、ね、エンジョイしてますよ。怖いね、なんかなんか下がなんかもう底抜けちゃうんじゃないかと思っちゃうね。結構大丈夫。私も歩きました。OK。怖い。はい。そんな感じです。ありがとうございます。いやね、やっぱカナダはそんな感じ、すごいよね。カナダっぽかったね、今ね。カナダっぽかったね。はい。ということで。で、そうだね。今回はね、一応チャイニーズニューイヤーっていうことで、なんか明日がね、チャイニーズニューイヤー。そうだ、ごめん、間違えた。明日ニューイヤーだね。そう。今日は大晦日みたいね。そうか、そうね。大晦日、ちょっと。大晦日なんで、お祝いで、なんかどうもチャイニーズの人は大晦日に餃子を、まあ北の方だろうけども、餃子を食べるみたいなので、で、私の思い出は、私の家の隣のおじいさんが北朝鮮から、逃げてきたっていう人でね、一人で住んでたんだけど、昔の話ね、その娘さんが中国の北京のところから息子2人連れて遊びに来てた時があって、1回だけ来た。
で、それがどうも冬の時だったね。で、このチャイニーズのニューイヤーの時だったので、今思えば、その時に餃子をこんな丼に山盛りいっぱい、すっごいいっぱい詰まって、で、茹でた餃子だったのね。確か茹でたのか蒸したのかわからないけど、普通日本は焼いた餃子食べるじゃん。そうだね、パリパリ系のね、なんかね、焼いて。そう。で、子供の時、小学生だったから5年生ぐらいかな。初めて茹でた餃子って食べたんだよね、もらって。で、家族5人か6人1日だったんだけど、食べても減らないから、すごいいっぱいもらって、本当に詰まって、手作りなの、皮から手作りで、美味しかったのね。で、そしたらなんか調べたら、どうもチャイニーズの人はその餃子を5日間、正月5日間食べるらしい。すごいね。で、その何を食べたかによって、具材によって、その年の、なんていうの、基地っていうか、なんかグッドラックをもらうみたいな感じで、何食べたのっていうことで、らしい。いろんな餃子を作るみたいだから。そう、だから楽しいなと思ったけど、私は今日は皆さんに、餃子はね、エビと豚の餃子なんだけど、一種ですけど、これ、色染めてみました。素晴らしい。カラフル餃子、初めて見たよ、こんなカラフル。すごい。染めた餃子ですよ。ちゃんとこれ食べれますからね。これで皆さん、色をね、選んでもらって、で、今年の、正月のグッドラック、色を、選んでもらって、そのやつを、ね、貼っといて、概要欄に貼っといてもらうんで、どれが好みですか？まずは茶色、赤紫、ピンク、これが黄色、オレンジ、で深緑に黄緑、緑に、レギュラーの白。なんか白可愛く見えるよ、なんかその色に囲まれると。そうでしょ。どれかお好みの選んでね。で、後で貼っときますから。みんな選んで、今日選んで色で、なんか文字が一応何かね、書いてくれると。そうそう。茶色。じゃあ私ちょっと選んでいい？ノブさん選んで。私ね、ピンクはいい。ピンクかわいいね。ピンクどう？今年の運勢。もちろんピンクはね、ラブラブですよ、ラブラブ。ラブラブピンク。嬉しい。そう、優しくて幸せで、女性性がこう湧き出てきますね。フェロモンとかってね。だから、ノブさんはもう今年はもうあれじゃないですか、ラブラブ人生、ラブラブの1年ですね。ナジのほら、ラブラブ。そうだ、それちょっと今こう入ってきた、エネルギーが入ってきたよ、なんか。これは来週のバレンタインデー。そうだ、ハッピーバレンタインデーだね。今週そうするとなんかね、新しいなんかこう新月は来るわ、チャイニーズニューイヤー来るわ、バレンタインデー来るわ、ハッピーじゃない？なんか。ラブラブよ。ラブラブよ。ラブ。ね、だから、ノブさんいっぱい受け取ってください。ありがとうございます。なんかもう愛を感じた。はい、皆さんも愛を感じてください。はい、ありがとうございます。ように。ね、これ。それは何？ありますからね。ちゃんと。それは何？バレンタインデーよ。これは半額で安かった。なんか後ろの壁と合ってるよ、なんか色が。合ってる？合ってる。なんか書いたかと思ったもん、それ。いや、書こうとは思ったんだけど、書かないよ。これは、生です、生花。生花。じゃあ、生花はいいよ。やっぱり生きてるお花は。そうなんだよね。なんでかって、なんか、そう、掃除をしたら飾りたくなったんだよね。そうですね、掃除といえば、ちょっと私、一応トピックとして、今回、ちょっと調べてね、風水でちょっと。風水でね、ノブさん、はい、どうぞ。ね、風水の。いや、私だからなんかね、このチャイニーズニューイヤーにふさわしく、なんかね、チャイニーズに関するトピックをと思っていろいろ調べてたら、
まあ、ふと風水が浮かんで、で、今日、昨日ね、あんまりそんなに調べもしないで、今日、昨日、ちょっと暇だったので、家のお掃除をしました。はい。で、なんか、まあ、トイレ、玄関、もう、キッチン、バス、なんつうかな、こう、寝室と、綺麗に掃除したら、なんか心がすごい、やっぱね、すごいクリアになったり、すっきりして、頭もなんかすっきりして、すごいなんか穏やかになったのよ。で、これはなんかちょっとなんかいいなって思って、で、なんか風水ってじゃあ普通は私はすごい勘違いしたんだけど、なんか例えばなりたいお金が欲しいからとかさ、例えば彼氏が欲しいから風水の何かをしなくちゃっていう風にしてみんななんかやるじゃない？じゃなくて、私は逆だと思ったのよ。なんかそういう風に綺麗にしてね、生活にしてエネルギーを綺麗にするからいいことがね、こう入ってくる。ね、だって風水って、ね、環境医学っていうか環境哲学、環境学問といって、要はやっぱり大元は掃除とか整理整頓がね、そうそう主なわけじゃない。そう私だから今回その、ね、チャイニーズニューイヤーになる前にお掃除をして、なんかそのなんとかな、すごい日本で言ったらもうやっぱり年末の大掃除みたいな気持ちになったわけ。そうそう。だからちょっと新たな発見、なんか自分は東洋医学のねセラピストだったけど、新たにこういう風水っていうのを学んで、やっぱ陰陽五行から来てるので、やっぱちょっと奥が深いなと思って、また一つ興味が増えました。いいですね。いや、風水はね、本当大事っていうか面白いと思うのは、やっぱりエネルギーの流れのことだと思うので、いかにね、いいものをこう入れていくかとか流していくかって感じのことだと思うので、私は去年の暮れから、トイレ掃除を始めました。毎日毎朝やって、で、まあ最初はトイレ掃除だけやって、で慣れてきたら今度玄関掃除も組み込み、でキッチンとかね毎日やるようにして掃除して、そしたらねどんどんなんかこうやる気になってきたっていうか、なんかこうやらないと気持ち悪くなってきたのね今はもう。で、水拭きとかをやるようにしました。でそれからね同じようなことなんだけど、そのこういうティーキャンドルっていうキャンドルとか、あとお線香とかを毎朝毎晩燃やすようにしたんです。そしたら、お掃除した後に燃やしたりとかしてる間に燃やしたりとかして、そしたらなんかこうね心が静まってくるし、あとはこうなんかやる気になるし落ち着くし、エネルギーがこうなんかね、いい感じに自分が落ち着くっていうか、自分の中に入るっていうか、なんていうのかな、いいエネルギーが入ってきてるから整う感じがしてきて。これだから掃除とか、これなんかやらなくちゃ汚れたから拭くとかそういう意識だけど、でも逆にほらそういうなんていうのかな、気持ちから逆に入るっていうのかな、掃除をして心がすっきりするから何か得るっていうかさ、いらないものをこう捨てたりとかして整理整頓するからなんか新しいエネルギーが入るっていう、なんかそういうのが分かるっていうのかな。そう確かにそうでそういうのを感じるようになってから、掃除するようになってから、自分が掃除した後、とかね、アイロン向けでも何でもいいんだけど、やってるのとやってないところがあるわけじゃない。そしたら私がこの1、2ヶ月ちょいで感じるようになったのは、私が綺麗に今日したっていうところとしていないってところが明らかに違ってきちゃってて、もうね感じる感じで、例えばこの洋服とかも着てなかったんでね、アイロンしまっといた。でなんかこれは私はってこう呼びつけられるっていうか、掃除ね着て掃除しないところもそうだけど呼びつけられて着てくださいとか、なんか動かしてくださいみたいな感じで言ってくる感じがするのね。だからこれはもう言うこと聞かないととか思うし、もしやってくれないんだったらもうどこかにね飛ばすっていうかさ、どこかいる人のところに行かなきゃいけないんだな。私がなんていうの、
やりきれないところはもうん、なんか別れを告げてくださいみたいな迫られてる気がするよね。で、なんかそう手放すことによってまたね違うものが入るから、また巡ってくるし、またノジに必要なものも入ってくる。あとはね、お靴を履いて帰ってきたら拭くようにしてるのね。靴を全部拭いて、で靴の後ろも拭いて、で収めるようにしたら、やっぱりねすっきりするんだよね。玄関ってじゃあちょっと私だからね、あんまり風水には詳しくないんだけど、私が調べた中では玄関が一番一番最初に入るとこだから、一番きれいにしたとこがいいって。やっぱり靴がガチャガチャしてたりとかするともう邪気が溜まりやすいし、っていうので私もだから今日は靴も洗ったし、もうでもそれは実は全然そういうの見なくて、逆に掃除やった後にちょっと見たから、すごいなんつうの納得っていうか。そうでその2日3日前やっぱ掃除やってるから、こういう本が、トロントの中っていうか、カナダの中に小さなライブラリリトルライブラリーって言って、道端に誰かんちの庭先にこういう小さい家みたいな社になってて、その中にこう入ってるの本がいっぱい。でそれ勝手に取ってってもらっていいわけ。読んでもいい、戻してもいいし、私もいらない本はそこに入れるし、でこれを見つけたのは3日ぐらい前かな。ちょうどいいタイミングだったね、今回ね。すごいいいタイミングで、この人はもちろん外人なんだけど、この人の本によると、おばあさんはよく掃除をしてたと。でお母さんは掃除をしないから、この人はまだ若いと思うんだけど、自分は掃除を習ってないって言うわけ。だけどおばあさんはとにかく掃除をしてた。で私の祖母も同じなんですけど、朝晩ってよく吐いてたのね。でその中の話で、やっぱりこう吐くってこと、拭くってことは単純作業じゃん、こうやって。でそれをやることによって、朝一番にやることによって、朝じゃなくてもいいけど朝やることによってルーティンになると、この頭の中が動くんだって。体をこう単純作業することによって頭の中が整うんだって。だからこのいらないものを全部この脳の中のゴミを掃除をすることによって、一種のメディテーションだよね。やって単純作業をやると、すっきりするということがあって、でそれをやり続けると、結局だからいらないものがなくなるわけじゃん。朝掃除すること、こう吐くっていうことになって、メディテーションやっても落とす、一回全部残したら、もう自分の中の次やらなきゃいけないこととかを、理論的に考えられるようになるっていうのかな。よくわかんない。なんかもう、お掃除して頭もお掃除して頭も日常だよね。そう本当部屋も掃除して、でどうしてかって言ったら、それをやることによって、この人はほら西洋人だからさ、だから不安アンザイエティとかがなくなってくるのって、そういう結局はルーティン儀式みたいなことやると、で思ったのが、やっぱりほらうつ病のね、人とかさ、やっぱ何がいいかって言ったら、同じように決まった生活をちゃんとやることが大事じゃない？そうだね。よくになった人はやっぱりその決まったことをやることによって、こうなんていうの、時間割を決めることによって、結局はいい流れに持っていけるわけじゃない、自分の。で頭の中ごちゃごちゃしてるのをそうね。だから掃除はやっぱりいいんだなと思ったのね。いやなんか、今言ったのはやっぱりメディテーション、一種のメディテーションだ、なんかそれはすごいわかる気がする。だから風水のですね、何でもそうだけど、最初はやっぱりお掃除がすごく大事。何でも根底は掃除から始めて、掃除が大事っていうのは、やっぱり理にかなってる。なんか自分のためだよ。結局自分がすっきりするから、なんかほら、もちろんね、物を大事にするっていう意識もあるけど、なんかやってみて、やっぱ自分が気持ちいいからさ。そうだね。本当。だからいいことなんだなと思って。やっぱこのニューイヤーにふさわしいね、そう、のぶさんもほら言ってたじゃん。なんか今コロナで、トリートメントの間にお掃除する
っていう。基本お掃除はするんだけど、このコロナになってからさらにやっぱりね、衛生面気をつけなくちゃいけないから、掃除をみんなやることね、綺麗にやることになって、やっぱりその意識が今世界がみんなほらコロナで多そうね、やってるから、世界中がそういう意識で綺麗にしようという気持ちがあるってことは、やっぱみんなで世界のお掃除をしてるっていうのかな、あと心のお掃除してるから、私はある意味これはなんかもう世界でね浄化をしてるんじゃないかと。そうだよね。なんか本当にそういう意味では、こうマスクしなきゃいけないけどさ、大変ね、マスクすることによって他の人のことを気使ったりとかさ、ね、そういう周りのことを気にかけるようになるじゃない、やっぱりさ。そういう意識がね、やっぱり大事だと思う。だから意識改革、あれ一種の本当に意識改革だよね、これも。そうだからこの時期本当ね大変だし、もう慣れないこともねあって、まあね1年経っちゃうけど、でもねそうやって心のお掃除をしてるのかなと思うと、今は大事な時期なのかなとは私は思いますね。ね、本当ね、この新しい新年ね、これから旧正月で。ね、これからまた新しい次のステップにつながると思う。はい、やっていきましょう。ね。やっていきましょう。はい。では今日はこんな感じで終わりにしたいと思いますね。はい。ね、皆さん応援しています。掃除をしてください。はい、綺麗に。綺麗にね。はい。深に磨いて。はい。それじゃあ来週は再来週は。次回はあれだね、今新月は今度満月あたりだね。そうですね。今晩明日が新月だから、ね、すごいよね。ニューイヤーの新月だから。すごいパワフルだよね。パワフルで、本当に。まあもちろんだからニューイヤーなのかもしれないけど。そうだね。なんか心が今ね、体がねそういう気分になってる私も。いいことよ。ね。ね、この次は満月。満月で、じゃあ何か満月にねついてまたやりますんでね。はい、お楽しみお待ちください。それではまた。じゃあまた皆さんチャオチャオ。